big territory, but on its territory, it used to migrate from place to place in the same territory. Again, so I can't be. We get to see them though. Maybe we'll be lucky to see. System. Plant pollination. Yes. Mhm. And Tamat Mount is an island crater. Mhm. Yes. Raising the head up, try to smell us. It's yoni. You see how big is the tusk? But when they come, it's up until you see either the baby see or he. Okay. When the babyおはようございます。すごい気持ちいい。すごい静かだよね。Take me somewhere far
all your picture stuff. It is. Yes, and it's neck. Any poisonous snake? Neck lower. Yes. You see the head? It's not dangerous. We can touch. Oh god. You do? Cheers. Okay. No, I do believe you, but are you planning to publish? Take it to 1.52. You didn't know they can just drink a lot of water. Yeah. テントロッジに来ました。こちらです。私のお部屋。テントロッジです。ボツワナに来て1ヶ月ぐらい経ちました。ここはボツワナ北部のマウンというところからちょっと外れたボテテリバーっていう、これを綺麗な川が見えるかな、綺麗な川があるんですけど、この川沿いのロッジに来ています。昔からですね、どうしてもボツワナで行きたかったところがあります。オカバンゴデルタっていう巨大な湿地帯なんですよ。川と湿地帯、川と湿地帯、カバとカ、ゾウ、キリン、シマウマ、ワニ、いろいろいるんですね。オカバンゴデルタはボツワナの一大観光地になってるんですけど、私のバケツリストにずっと入っていたのが、このオカバンゴデルタでカヌーに乗るということです。オカバンゴデルタでモコロというカヌーがあります。これに乗るのが私のずっと夢だったんですよ。でそのカヌーでね、川をですねずっと行って、で夕日をですね眺めるっていうこの美しい景色、これの写真をですね昔からいっぱい見てて、行きたいと思ってたんですけれども、その夢が叶いました。ここはちょっと遠いんですよね。飛行機で首都のハボラネから1時間半ぐらい
かかるんですけど、そこからまた車で乗って1時間2時間とかね来たところなので、ちょっと遠いのでなかなか実現できなかったことなんですけれども、今はこうやってやっと念願かなってくることができました。ここはね、ボテティリバーのボテティテンテッドサファリロッジっていうところかな。ロッジとテントの中間みたいな、ロッジみたいな建物がなんですけども、壁が全部テントみたいになっている、すごく綺麗なところなんですけど、好きなんです。私はあんまりキャンプタイプの人じゃないので、テントとかちょっとハードル高いなと思ってたんですけど、こういうところに泊まるのが理想だったので、理想にぴったりのパッケージをですね、ネットで見つけることができて、パパッと来ました。といっても2泊だけなので短いんですけれども、やりたかったモコルのツアーっていうのが叶いましたので、本当に満足です。このボテティリバーもすごく流れが緩やかで、本当に水面に波立たないんですよ。今日はちょっと風が吹いているので波が少し出てるんですけど、本当に綺麗な鏡のようなですね、水面に夕日が映るアフリカの夕日ですね。その素敵な風景。ボツワナに来てサッカベッシーヘッドのアーカイブ調査をしてきたんですが、セロウェに3週間ぐらいかな滞在して、本当にですね濃い時間を過ごすことができました。今日は、夕方の便でハボロネに帰って、でまたハボロネで何日間か過ごします。でベシエイト関係者の人とね会ったりとか、いろんな予定が盛りだくさんなので、すごく楽しみにしているところです。他番号ですね、もうこの美しさ、深呼吸、大自然ですね。本当にありきたりかもしれませんが、人間やっぱり動物なんですよ。地球に生きている動物として、こんなやっぱり自然の中で地球を感じるっていうことはね、なんか生きてる上ですごく大事なんだろうなって思います。このボテティリバーにもカバがいて、でワニもいるので見ることができるんですけれども、ワニ怖いんだけどね、近づかないように、近づいてこないんですよ、ワニの方からね。このずっとねブッシュが広がっている中の人間がポツンとここでちょっと滞在させてもらっているみたいな、自然と一体化するというか、ありがたい、言葉にできない貴重な時間だなって思いました。昨日はちょっと満月だったので、月はすごい素晴らしく感動的に綺麗だったんですけど、ちょっと星がね少し見えづらくなるんですが、それも素敵だったかなって思います。神秘的というか、ボツワナっていう国が大切にしているオカバンゴデルタっていうのはそのパワースポットみたいなところだし、でここに暮らす人たちもね自然を大切にというか、自然と共に生きてるんだなって思います。コロのツアーも現地の団体みたいな地元の人たちが観光客を案内するというようなコミュニティツーリズムっていうかな、そういう形ができていて、小さなカヌーですね、それに乗って案内してくれるということで、昨日は一日中モコロツアーということで、ジャングルクルーズみたいなね、なんていうの、足ってリード、足っていうのかなが生えている中をポーって進んでいて、そしたらパッて開けた川に出て、そしたらカバがいるみたいな、そういった船のツアーをして、で島に上陸して、で島で今度はウォーキングサファリって言って、しばらく歩いたりしながら、歩いて同じ地面のところでなんか動物たちを見れるっていうのはすごく面白い経験でした。で動物たちがね群れでねこっちを見てるんですよね。なんか面白いですね。向こうも人間ウォッチングしてるっていうね、なんかそういう自然を感じる素敵な時間を過ごしました。今日は夕方の便で帰るから出かけるアクティビティは特になくって、この場所でゆっくりのんびり過ごしてます。で実は他のお客さんはみんなですねサファリツアーはもう一日中なので、ちょっと私は今日は参加できないのですけど、皆さん出かけちゃってるので、なんと一人です。はい、もう独り占めです。デジタルデトックスですよ。スマホは触ってんだけどね、言葉に言い表せない美しい風景で本当に癒されて、自分すごく幸せを感じているなってつくづく思います。鳥ね、すごくたくさん鳥がいるんだけど、本当に綺麗なね、なんか可愛い鳥とかいろんな色の鳥とか面白いのいっぱいいて、もう鳥を見て可愛いなって思いながら、癒されて
をしています。念願のオカボンゴデルタからお送りしました。What? Oh, Dumela.